はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、またステロイドに関する内容をお話しさせていただきます。前回は、ステロイドの副作用について、説明させていただきました。で、今回のテーマはですね、アトピー治療においてステロイドを使うべきか使わないべきかっていう、話なんですけども、医療業界の中で、皮膚科の先生の間でもアトピー治療においてステロイドを使うべきか使わないべきかっていう議論は未だにされてるんですよ。未だにこれもう何十年前からずっとこの議論は続いてるんですけども、未だに答えっていうのがないんですね。答えってないんですよ。で、教科書にはですね、アトピー治療においてステロイドを使いましょうっていうことが書かれてるんで、別にその皮膚科医の先生がステロイドを使ってることが間違いかというと間違いではないんですよ。だって教科書に書いてることをそのまま実践してるんで。でも今何が起こってるかっていうと、アトピーの患者さんが治っていない、結局慢性化しているっていうところがこれ問題なんですね。でここで、アトピーの患者さんがどれぐらい増え続けているのかっていうデータがここにあるんですけども、1996年以降もうずっと増え続けてるんですよ。でこれはステロイド治療をずっと使い続けてて治っていないっていうあくまでも結果論なんですけども、ステロイド治療が間違っているんじゃないかなっていうことを訴える先生が少なからず出てきたっていうのは、これは事実なんです。でそこでですね、ちょっと面白い記事が毎日新聞の方であったので、それを今回ちょっと発表します。内容はですね、大阪の堺市にある佐藤小児科、小児科の佐藤先生っていう先生ですね。佐藤先生と、国立名古屋病院の深谷先生っていう、あと他8人の先生が集まって、300人の、アトピーの患者さんを集めてですね、ステロイドを使うグループと使わないグループに分けて、どっちの方が効果があったのかっていう検証をしたんですね。で今回、子どもを対象なんですけども、ここですね、300人の患者さんって書いてるんですけども、内訳は赤ちゃん、赤ちゃんのアトピー患者が118人に対して、小学生ですね、小学生の子ども80人で、思春期102人ですね。合計この300人の子どものアトピー患者さんを対象に、ステロイドを使うグループ使わないグループに分けて検証してみました。でその結果なんですけども、でここに書いてるようにですね、結局、ここを見ていただきたいんですけれども、で結局ですね、どうなったかっていうと、ここに書いてるんですね。ステロイドを使ったグループはですね、改善率でいうと赤ちゃんの方は75%で、小学生が52%で、成人が思春期ですね 80% 改善したと。でそれに対して、ステロイドを使わなかったグループはどれくらい改善したかっていうと、赤ちゃんで 36%、 ここですね、これですね、赤ちゃんで 36%、 小児で 40%、 成人で 37% だったっていうことですね。つまり何が言いたいかっていうと、そんな変わらないんですよ。ステロイドを使っても使わなくても結果はそんな変わらないんですね。どっちかというと使わなかった
グループの方が治ってるんじゃないかっていう、結果が出まして、今回は、子どもを対象にした、研究なんですけれども、これがもし大人だったとすればまた違った、結果が出たかもしれないんですけども、子どもに対しては、ステロイドを使わない方がいいですよという、結果が出ました。もう本当にステロイドって何度も言うんですけれども、もう本当に恐ろしい薬なので、もし今、ステロイドを使っている方は、もう一度、ステロイドの危険性について、意識していただければなと思います。はい、今回のテーマは以上となります。ありがとうございました。